はいどうも、サイラです。今回は地球防衛軍6ですごいアーマーになっていれば高難易度のミッションでも作戦なしの突撃プレイでクリアできるのかの検証をやっていこうと思います。このチャンネルは攻略に役に立つ情報を発信しています。真面目な攻略からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。初期アーマー値で高難易度のミッションをクリアなんていう動画見たことありますが、残念ながらそんなプレイはできません。私みたいに下手くそでもアーマー増やせば何も考えず突撃プレイをしてもクリアできるんじゃないかっていうところで今回やっていこうと思います。アーマー値ですが、今見えてる通り22万を超えました。回復賞を取ると 15% の回復、大で 30% なので回復賞で3万3000ぐらい、大で6万6000ぐらい回復します。多少食らっても敵を倒して回復取ればあっという間に回復、そんな感じのアーマー値になっています。今回の挑戦ですが、片方はエメロード、もう片方はナパームにしています。バックパックはマウス、大型やアンカーを破壊する用の装備ですね。戦い方としてはエメロードでアクティブを取りつつ敵を倒していく、近づかれたら地面にナパームを設置して自分ごと焼く、体力が多めの敵はマウスで破壊、このような作戦でいきます。ミッションに応じた有利な武器などは一切考慮せずに特攻あるのみですね。ミッションに応じて有利な武器、あとミッションの進め方でここから倒していくといい、そういうことありますが、そういうのを完全に無視して高いアーマー値なら何も考えずに突撃できるのかっていうのが今回の趣旨になります。難関ミッションはいくつもあると思うんですが、まずはミッション31でやっていこうと思います。インフェルノを始めて最初に挫折したミッションですね。でっかい金のアリが出てくるところですね。卵からも金のアリが出てきます。それでは早速やっていきますが、全てプレイ動画流すと長いので倍速で表示していきます。余裕でした。アーマー低いうちは大型を釣ってから周辺の卵を片付けていくってやり方でかなり苦労しました。金の大型がダメージ半端ないんですよね。ただこのアーマーだと全然問題ありませんでした。続いてミッション35、緑のアリさんがいっぱい出てくるところですね。地球防衛軍5ではアイテム稼ぎでかなり流行りましたよね。それでは開始します。安定性もあってめちゃくちゃ余裕でしたね。ミッションが後半ならアイテム稼ぎも使えたんですが、今回は前半のステージなので稼ぎとしては微妙かなと思います。次はミッション76と77の間、これですね。ここはエルギヌス含めて大型が大量にいて、ハチや空飛ぶカエル、カットボールですかね、こういうのもいるミッションです。普通は端から順番に釣っていって倒していくっていうのがまっとうなやり方だと思うんですが、ここも突撃します。それではやっていきます。
問題なくクリアできました。アーマー的にはかなり余裕ありますが、吹き飛ばしや視界を邪魔するクイーンがとにかくうざかったですね。時間がかかるぐらいでそんなに苦労はしませんでした。アンダーアシストをやめて耐爆スーツにしておいたらクイーンも少し楽だったかもしれません。次はミッション123の巨大蜂の巣、これを破壊するステージです。ここは苦労した方かなり多いんじゃないかなと思います。果たして突撃できるのか。巣に密着してナパームを撃ち続ける、そんな戦法でやってみます。めちゃくちゃ時間かかりました。49分かかってますね。ただアーマー的には余裕ありました。最初にクイーンを破壊しておくと楽かなと思います。途中でちゃんと巣にダメージ入ってるのか分かんなくなってくるくる回ったので時間のロスありますが、そのまま一点集中してたらもう少し時間短縮できたかもしれないですね。続いてミッション127になります。クラーケンを釣って倒していくのが順当なやり方ですが、今回も突撃してみます。見ての通り失敗しました。開幕フルアクティブにするとどうやっても勝てません。雑魚が少なくて回復が出にくいので釣りをしないとなかなか難しいかなって感じですね。今2回分失敗を移しましたが、それ以外に3回ぐらい試します。合計5回ぐらい試したんですが、やっぱりフルアクティブにしちゃうと勝てませんね。舞台ごとに戦っていけば全然勝てるんですが、それは釣りと同じになってしまうので、今回は失敗っていう感じになると思います。最後になるんですが、ミッション131、最難関ミッションって言われているところですかね。人によっては他の方が難しいってあると思うんですが、いろんなコメント見てみるとここが一番難しいっていうコメントが多かったです。それでは試していきます。
余裕でしたね。イカの煙幕とノックバック、これがめんどくさいんですが、それ以外は大して問題となりませんでした。やっぱり敵が多いと安定しますね。ミッション123とか127の方がよっぽど苦労しました。ということで今回の検証ですが、ほとんどが特攻でいけます。ただしボス級しか出てこないのマップだと厳しいかもしれません。もちろん武器を変えて適正な戦い方をするってやればこんなアーマーチなのでどこでも楽勝になるんですが、何も考えず武器も固定で特攻っていう条件だとボス級しか出てこないようなところだとちょっと厳しいかなっていう感じです。ミッション127はどこかでリベンジしたいですね。それでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。感想コメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。